3、名探偵、明智小五郎。1時間後、名探偵、明智小五郎が良太の家に来た。良太、春男、花江、その他の人たちはみんな、この名探偵を見て、耳に大きな赤い跡があること以外、何も特別なところがないと感じた。彼の服は大きくて古く、靴は汚れていた。この名探偵は、良太にいろいろ質問した。それから、ソファーに座ってこの出来事について考えた。彼は良太が言ったことを頭の中でゆっくり考えた。誰かが昨夜、彼らの部屋に入り、昏睡薬を使って、このベッドで寝ている人が起きないようにしようとしたのだろう。しかし、何か理由があって、それは実行されなかった。その人の目的は何だったのだろう。何かを盗むため？しかし、この部屋には、たくさんの金時計やアクセサリーがあるが、何も盗まれていない。人を殺すため？しかし、この部屋には2人の人が寝ていたが、誰も殺されていない。人を殺そうと思っていたなら、愛子は熱を出すだけではなく、殺されていただろう。その人は何も盗まず、誰も殺さなかった。では、この部屋に入った目的は何だったのか。そう考えながら、探偵はタバコを取り出して、それを吸いながら考えた。妻の愛子は、2回目はとても冷たい手だったので、すっかり目が覚めてしまったと言った。普通の人と変わらない1回目の手は、彼女を怖がらせなかったということだ。昨夜この部屋に入ったのは1人ではなく、2人だったことがわかる。では、どうして2回目の手はそんなに冷たかったのか。この部屋の中にいた人であれば、部屋は暖房がついていて、手が冷たくなることはないはずだ。手が冷たくなるような状況は2つしかない。1つ目は、外から家に入ったばかりの人だ。12月で昨夜は雪が降ったので、とても寒かった。2つ目は、痩せている人だ。痩せている人の手は、冬になるとずっと冷たい。昨夜は2人の人間がこの部屋に入ってきたということだ。最初の手は、家の中にいた人の手で、幽霊のように冷たい2回目の手は、外から来た人の手か、すごく痩せている人の手ということだ。よく考えられた計画だ。何のために、こんなことをしたのだろうか。ここまで考えてから、探偵は顔を上げ、部屋の中にいる人の顔を、左から右へと、ゆっくり見た。彼は、太った女と痩せた男の上で、目を留めた。探偵がずっと何も言わずにみんなを見ているだけだったので、良太は待てなくなった。彼は、すみません、明智さん。聞いてもいいですか？昨夜の出来事は、人間がやりましたか？それとも幽霊がやりましたか？と、聞いた。探偵は笑って、この出来事は、とても不思議なので、幽霊がやったように見えますね。と、言った。それを聞いた良太は、本当に幽霊がやったんだ。だから、私のところに来なかったんだ。と、急に言い出した。探偵は、どうしてそう思うんですか？と、聞いた。良太は、私は曽祖父からもらった宝物を首に下げています。だから、幽霊は、私のところに来ることができないんです。と、答えた。その時、隣の男が乾いた咳をした。とても痩せている、細い体の春男だ。探偵は、首に下げている宝物の？と、驚いて言った。そして、彼は、この家の主人の良太とその妻の愛子が、昨夜、寝る場所を変えたと聞いた。そして、暗い中で愛子は2回、首を触られた。2回の不思議な手は、良太の首に触れようとしていたのに、間違えて、愛子の首に触れてしまったということだろうか。と、
考えた。探偵は亮太に、それはどんな宝物ですか？教えてくれますか？と聞いた。それは彼がこの家に入って初めて出した大きな声だった。亮太は、これは僕の曽祖父のもので外国から持ち帰ったものだと聞いています。特別なものではありませんが、魔除けの力があるんです。子供の頃から首に下げています。だから僕は幽霊や不思議なものに会ったことは一回もありません。と言った。探偵はその宝物を見せてもらえますか？と言った。彼はとても興味を持っているようだった。亮太は少し考えて、はい。とても小さな金の竜なんです。と言った。そして彼は首から金の鎖を取った。その金の鎖には小さな袋がついていた。その袋の中に小さな金の竜が隠されているのだろう。亮太はいつもとは違う、とても真面目な顔をして小さな袋を見ていた。亮太はその袋を探偵に渡した。